皆さんこんにちは。今回は世界ランクを上げる前にやった方がいいこと10選の紹介です。やっと世界ランク5になったのですが、だいぶ後悔していることがありまして、それを皆さんにお伝えできたらと思います。ちなみにこれとこれだけ課金している美課金ユーザーです。キャラのガチャは最初の10連を3回しただけで他はやっていません。なのでキャラはあんまりないんですね。同じような無課金美課金の方の参考になると思います。サイラのゲームチャンネルでは攻略検証役立ち情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。また動画の感想などコメントくれると嬉しいです。世界ランクを上げると敵が強くなります。それも一気に強くなるんで、戦うの結構厳しくなってきます。世界ランクが上がれば上がるほど顕著に強くなっていくので、できるだけ早いうちから意識していった方がいいことを紹介していきます。1、主力キャラ、回復キャラのレベルをマックスまで上げる。敵が一気に強くなるので、対策できるようにっていうことで強くしておくことですね。主力キャラは属性ごとに用意が理想的なんですけど、最低2名はいるといいかなと思います。強敵と戦っている時に主力キャラ死んでしまったらもうパーティー崩壊ってなってしまうので、最低2人いれば1人が死んでももう1人で戦えるってことができるので、2名いるとやりやすいかなと思います。戦いやすさで言えば火と雷を相互に元素反応を出せる形が、火力が上がるかなと思いますので、無課金で言えばシャンリーとリサですかね。課金しているキャラだったらもういくらでもいると思うので、組み合わせは自由かなと思います。で、実際どのキャラでも生物と武器とテンポを育てていれば、大概強くなります。最終的な差っていうのはもちろん出てきますが、世界ランク5とかレベルだったらきちんと育てれば、どのキャラも全然戦えるので、星5のこのキャラじゃないといけないとか、そういうのは全くないですね。リサでも、アンバーでも、強化をがっつりやれば、全然第一線で戦えるキャラになります。2番目ですが、雷属性のキャラのレベルもマックスまで育てた方がいいです。無課金とかの人に限定かもしれないですけど、回復キャラ、バーバラ使ってる人多いと思うんですよ。で、バーバラなどの水属性のキャラのレベルを上げるためには、素材集めのために純粋精霊っていうのを倒す必要があって、雷以外の属性だと結構きついんですね。途中までなんとかなっても、冒険ランク35とか、それ以上になってくると、本当に雷キャラいないと結構苦しいです。私も雷キャラ育ててなくって、全然勝てなくって、リサを一から育てて、なんとか倒せるようになりました。そういう意味で、事前にレベルを最大まで上げておくといいと思います。で、戦いやすさで言ったら、おそらく課金キャラよりもリサの方が戦いやすいんじゃないかなと思いますね。すべての攻撃が元素反応起きるので、リサがおすすめです。3、主力キャラ、雷属性キャラの武器と添付の成長限界まで育てましょうと。特に添付の強化が火力アップには大きいです。武器ももちろん強くなるんですけど、マックスまで育てたとしても、1割ダメージアップとかそのぐらいですけど、添付レベル2とか3とか上げると、2割3割ってダメージ増えますので、添付の方が効果は大きいですね。で、4番目、回復キャラの添付の回復技の成長限界までは育てましょう。バーバラだと元素技ですかね。体の周りに音符をまとって、パーティー全体を回復していくあれですね。ここまでは大体皆さんやられているかなと思うんですけど、よくあるパターンですね。5、自前で元素反応で戦えるようにする。戦い方のテクニックなんですけど、雨が降っていたり、敵の弱点属性を狙っての元素反応でも十分強いといえば強いんですけど、無属性の敵っていうのは結構いるので、そういう場合に弱点つけないっていうのがありますので、手持ちのキャラを変更しつつ元素反応がセルフで出せるようにするといいかなと思います。バーバラで水を当てて敵を水属性付着にして、リサで雷を当てて元素反応を起こすとか、
リサで雷を当てて、雷属性付着にして、炎で元素反応を出すとか。まあ、こういうのもありだと思いますね。そういうので火力がだいぶ上がるようになります。短時間ですが、雷と水の元素が付着している状態で火を当てるみたいな複合の元素反応も出すことができます。最低でも一つの元素反応は自分で出せるようにしておくと、火力は大きく上がります。まあそういう意味で火力キャラは2人いて、それを切り替えてっていうのがいいのかなと思いますね。マルチでは属性違いが集まるとすごい元素反応が起きて、まあ討伐も早くなったりすることあるんですけど、まあ常にマルチができるわけではないので、ソロ用のテクニックとして覚えた方がいいと思います。世界ランクが低いうちは、まあ、正直攻撃力さえ上がってればなんとかなるんですけど、世界ランク上がってくるとそう簡単に倒せなくなるので、まあ、元素反応を意識して戦うっていうのを覚えていった方がいいと思います。ここからが大事になってきます。6、生物を無駄に強化しない。最終的に世界ランク5になれば、生物の星5は結構簡単に手に入るようになります。星3や星4の厳選をしてるとか、まあ、がっつり強化してるとかあれば、やめた方がいいです。最低限のセット効果とメインオプションのみを考慮して、まあ、強化も最低限で十分ですね。倒せなかったら強化ぐらいの感覚でいいと思います。まあ、というのも、生物自体が取得は簡単ではないので、まあ、バンバン使ってしまうと、実際星5を手に入れた時に強化できずに強くなれないってことが起きてしまうので、まあ、あまり無駄に使わないようにしましょうってことですね。生物拾うことできますけど、1日に拾える数も限定されているので、だいたい7、80個ぐらい拾えて、あとはフィールドのボスから運が良ければドロップするぐらいですね。なのでかなり長時間かけても1日でもらえる数っていうのは限られてます。まあ、課金されてる方であれば、樹脂を使ってガンガン秘境とか行けば、生物も手に入るので、まあそういうのもありなんですけど、無課金、微課金の方だったらそうもいかないので、まあ生物は大事にしてください。で、生物は1000個までしか持てないので、まあ袋はなんか3万とかあるんですけど、生物は1000個までなんですね。で、それを超えてしまうようなら拾えなくなってしまうので、まあ、処理をしてモラに変えるか、強化をするか、どちらかで対応していくといいと思います。7番、武器強化を無駄にしない。これも生物と同じなんですけど、武器強化の素材っていうのも簡単に手に入るものではないので、まあ、強化素材は鉱石からも作れるんですが、集めるのはすごく大変なので、無駄に使うのはやめましょうってことですね。特定のキャラ、まあ、火力キャラとか回復キャラとかそういう一部のキャラの強化だけ特化して、それ以外のキャラは強化しないようにした方がいいです。私の場合はもう火力と回復キャラ以外はレベル1だったりとか、もうそういうレベルで全く強化してないですね。8番目、モラを無駄に使わない。まあ、生物とか武器強化とかレベルとか添付とかもそうなんですけど、まあそういうのを使うとモラどんどん使っていっちゃうんですけど、同じようにモラは簡単に増えたりしないので、特定キャラを強化とかに使う以外は使わないように貯めておきましょうっていうことですね。まんべんなく強化したりするとモラが圧倒的に足りなくなります。まあ、最低限3キャラ4キャラぐらいまでにしておかないと全然足りなくなってしまうので、これって決めたキャラだけを強化していくようにしてください。で、世界ランク5とかになってくると、モラが100万あったとしても一瞬で解けたりするので、本当に気をつけた方がいいです。私はもう全く気にせずガンガン使ってしまって、世界ランク5になってモラが足りない、素材も足りない、すごいことになっていて、今すごい苦労してます。で、次なんですけど、9番。次の世界ランクで解放される素材を集めておきましょうと。世界ランク上がると、レベルの上限、武器のレベルの上限、添付の上限が上がってくるんですけど、この上がった先の素材っていうのは、あらかじめ、まあ、添付は見れないんですけど、傾向は一緒なので、元のレベルで必要素材っていうのを集めていけば大丈夫ですね。
レベルと武器に関しては、解放後の必要素材っていうのは見れるので、これを世界ランク上がる前に集めておいて準備しておくといいです。レベルアップの素材は精鋭から、武器と添付は曜日ごとの各種秘境から手に入ります。で武器と添付は事前にもうどれを集めるって決めて、曜日を決めて動かないと、3日とか、最悪1週間とか手に入らなくなってしまうので、注意してください。で日曜日は全ての素材が入手できるようになってるんですが、欲しい素材の入手数っていうのは減ってしまうので、特定素材を集める場合は効率悪くなっちゃうんですね。なのでできるだけ曜日ごとの秘境で稼ぐようにしましょう。理想は世界ランク上がってすぐにレベルとか武器とか添付とかっていうのをもうどんどん強化できるっていうのが理想ですね。最後に10番、樹脂は無駄に使わないようにしてください。世界ランク4とかになると、秘境で星4の生物が手に入る関係で、秘境でがっつり生物取得しに行っちゃう人いると思うんですね。私がそうでした。それではなくって、レベルとか武器とか添付の素材を集めるような動き方をしていくといいです。生物もちろん全く持ってなかったら行くのもありなんですけど、ある程度揃っていたら、もう星5の生物手に入ってから厳選しないと全部無駄になってしまって、すごい時間がかかってしまうことになるので、そうではなくって、キャラクターを強くするための無駄にならない素材に使っていくといいです。で、それらの素材がもう集め終わったとか、もうやることないって状態になったら、地脈で経験値かモラを集めるといいですね。どちらもすごく大事です。私はこの辺の知識を世界ランク5になる直前、冒険ランク38とか、そのぐらいから気にし始めたので、正直もう遅すぎて、必要素材があまりたまらずに世界ランク5になってしまいました。その関係でボスがすごく辛いです。なんとか火力キャラ1人だけ強化はできたんですけど、まだまだ強化が足りずっていうところで苦労してます。これらを全く意識しないと、場合によってはボスが全く倒せずに詰んでしまう可能性すらあるので、本当に注意した方がいいです。私の場合は世界ランク4に上げた時にすでに純粋精霊に勝てなかったんですね。ディレックがいるので、それでずっと戦ってたんですが、世界ランク4に上げた時にディレックでは勝てずに、もうどうしようと悩んでいって、いろいろ調べた結果、雷キャラならいけるかもっていうところでリサを1から強化してやっと倒せるようになったんですが、すごく大変でした。世界ランクを上げることでいろいろとできることも増えてメリットも大きいんですけど、敵に勝てる火力もしくはテクニックが必要になってくるので、今回の動画を参考に準備をしていただけると楽になるかなと思います。最後にまとめを表示しておきます。改めてこちらを確認してください。この動画が皆さんのお役に立てば幸いです。本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、ベルマークの登録をお願いします。Twitter もやっていますので、フォローお願いします。それでは、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。